よくぞここまでたどり着いた。ネットワークの勇者たちよ。私が真のネットワークの魔王、マサルである。わしは待っておった。そなたのような若者が現れるのを。どうだ、これから最終試験の問題を出すが、もうめんどくさくないか。ここまで真面目に動画を見たのだから、もう十分だろう。もし今回の最終試験の動画を真剣に取り組まなくても CCNA を勉強するには十分なはずだ。どうだ、今回の動画、楽して動画を流し見してみないか？何故もがき生きるのか。さあ、我が腕の中で息絶えるがよい。これからあなたにはラスボスマサルが出題する課題に挑戦してもらいます。課題はここまでの動画で紹介してきた技術を理解できていれば解けるものばかりです。この動画を作ったマサルは最初の動画 CCNA を取って後悔したで話したように楽して CCNA を取得してしまいました。その結果、当時のマサルには本物の実力がつきませんでした。ではどうすれば本物の実力が身につくのか。それはあなたの今からの行動にかかっています。ぜひ今回の課題に本気で取り組んでみてください。もし今回の課題を真剣に取り組まない、とりあえず見るだけという楽な道を選択してしまった場合、私と同じ道をたどってしまうかもしれません。どんな道を選んだとしても、それ自体間違いや正解ということはありません。しかし、YouTube の端っこにある動画まで見て勉強しようとしているあなた、勉強して自分を育てていきたいと思っているあなたは、当時の私と違って勇気ある選択ができるはずです。他の人がやらないようなめんどくさい地道な作業を続けて、その地道な作業がいつしか自信になり、そして実力になるものだと私は信じています。ぜひ概要欄から今回のパケットトレーサーの課題ファイルをダウンロードして、ファイルを開いてから動画の続きをご覧ください。さあ、それでは準備はいいですか？マサルの勉強部屋 CCNA 編最終試験に挑戦していきましょう。第1問、 PC とサーバーが通信できるように PC に IP アドレスの設定をしてください。サーバーの IP アドレスが 192.168.0.62/30 になっているのがポイントです。第2問、 PC とサーバーが通信できるように PC にデフォルトゲートウェイの設定をしてください。現在はデフォルトゲートウェイの設定が入っていないので通信することができません。デフォルトゲートウェイの設定をしてあげてください。第3問、 PC とサーバーが通信できるようにルーターにスタティックルートの設定をしてください。なお IP に関する情報は設定済みです。それぞれのルーターにスタティックルートの設定をしてあげてください。第4問、 PC とサーバーが通信できるようにルーターに OSPF の設定をしてください。こちらも IP に関する情報は設定が終わっているので OSPF の設定を2つのルーターにしてあげてください。第5問、 PC と 192.168.1.100 が設定されているスイッチが通信できるようにスイッチに設定をしてあげてください。現在の設定だと PC からサーバーへは通信することができますが
PC からスイッチへは通信することができなくなっている状態です。第6問。接続予定のリンクを接続して冗長化を行うときに、スパニングツリーによってブロッキングポートに選出されるポートを考えてください。なお、スパニングツリーに関する設定値はすべてデフォルトになっており、帯域はすべて 100Mbps になっています。注意点として、環境によっては MAC アドレスが変わってしまう可能性があるので、それぞれ MAC アドレスを確認してから、どのポートがブロッキングポートになるのかを考えてみてください。第7問。人事ネットワークを VLAN10、営業ネットワークを VLAN20 として通信できるようにスイッチを設定してください。なお、スイッチ間のリンクはトランクとして設定し、VLAN10 と VLAN20 のみが通信できるように設定してください。第8問。PC からルーターにテルネット接続できるようにルーターの設定をしてください。また、ルーターに対してテルネット接続をしたときに特権モードで作業ができるように設定するようにしてください。第9問。PC1 からのみサーバーと通信できるように標準アクセスリストをルーターに設定してください。第10問。PC1 からサーバーへの通信は HTTP のみを許可して、PC2 からサーバーへの通信は ICMP の通信のみを許可する。それ以外の通信は拒否をするように、拡張アクセスリストをルーターに設定してください。皆さん、10問お疲れ様でした。最終問題10問。あなたは何問解くことができたのか、ぜひコメント欄に書き込んでもらえると嬉しいです。皆さんのおかげで CCNA 編の動画を無事作り終えることができました。皆さん本当にありがとうございます。皆さんのいいねボタンやコメント、本当にたくさん力をもらいました。動画の最後にこれからのマサルの勉強弁についてちょっとした発表もありますので、最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは皆さん、最後まで動画をご視聴いただき本当にありがとうございました。また別のマサルの勉強部屋でお会いしましょう。